1942年2月15日午後5時15分、マレー半島南端シンガポール島中央部に位置するブキッティマ。かつて英国車の組み立てラインが稼働していたフォード自動車工場の一室は、今行き詰まるような緊張と熱帯特有の湿った熱気に包まれていた。テーブルを挟んで向かい合う二人の男。一人は大英帝国の威信を背負いながら憔悴しきった表情で目を伏せるアーサー・パーシバル中将。もう一人はテーブルを拳で叩き、まるで獲物を追い詰める猛獣のように眼光を鋭く光らせる第25軍司令官山下智之中将である。イエスかノーか。山下のこの有名な恫喝は、敗者に対する勝者の傲慢さとして戦後長く語り継がれることになる。だがこの瞬間、真に追い詰められていたのは実は勝者であるはずの山下の方だったことを知る者は少ない。この時シンガポールを守るイギリス軍守備隊の兵力は依然として8万5千名以上。対する山下率いる日本軍はわずか3万名。しかも日本軍の銃砲弾薬は完全に底をつきかけていた。各砲に残された砲弾はわずか100発程度。もしここでパーシバルが降伏を拒否し市街戦へと持ち込んでいれば、弾薬の尽きた日本軍は数時間で崩壊し逆包囲される運命にあったのだ。これは圧倒的劣勢な攻撃側が絶対的優位にある防御側を言葉と態度の暴力だけで屈服させた世界戦史に残る世紀のハッタリであった。なぜ難攻不落と謳われた東洋のジブラルタルはわずか70日で崩れ去ったのか。そしてなぜ山下は自身の破滅と背中合わせの状況でこれほど強気な賭けに出ることができたのか。その裏側には緻密な計算と狂気にも似た速度への執着、そして司令官を蝕む孤独な焦燥があった。時計の針を開戦前へと巻き戻そう。当時のシンガポールは世界のゴム生産の 60%、錫の 58% を産出するマレー半島を背後に持ち、大英帝国の繁栄を象徴する極東の宝石であった。英国人はラッフルズホテルでウイスキーソーダを傾け、夕食には清掃ブラックタイを欠かさない。彼らは信じて疑わなかった。ここは難攻不落の要塞であると。英国の防衛計画、通称シンガポール戦略はあくまで海を向いていた。日本軍が攻めてくるとすれば、それは強力な艦隊による海上からの攻撃であるという前提だ。そのためにシンガポール沿岸には世界最大級の15インチ巨砲が据え付けられた。よくシンガポールの要塞砲は海しか向かず背後は向けなかったと言われるが、これは正確ではない。砲自体は回転し内陸を向くことはできた。致命的だったのはその砲弾の種類だ。配備されていたのは分厚い戦艦の装甲を撃ち抜くための鉄鋼弾ばかりで、押し寄せる歩兵部隊を吹き飛ばすための榴弾がほとんど用意されていなかったのである。さらに指揮官たちの質もこの要塞の脆さを象徴していた。極東軍司令官ロバート・ブルック・ポパム大将は会議中に居眠りをすることで有名だった。マレー軍司令官アーサー・パーシバル中将は優秀な参謀ではあったが、カリスマ性と決断力を欠いていた。彼のひょろりとした体育と突き出た前歯は兵士たちの陰口の的ですらあった。彼らはマレー半島のジャングルは通行不能であり、戦車など通れるはずがないという根拠のない神話に安住していた。だが日本軍はその隙を恐るべき執念で突こうとしていた。台湾軍研究部、通称辻機関。辻正信中佐率いるこの特務機関は、
熱帯地での戦闘データを徹底的に収集し、これだけ読めば戦は勝てるという小冊子を全兵士に配布していた。彼らは知っていたのだ。ジャングルは壁ではなく隠密に行動するための回廊になり得ることを。1941年12月8日未明、ハワイ真珠湾攻撃とほぼ同国。山下智之率いる第25軍は大量のシンゴラ、パタニ、そして英領マレー北端のコタバルへの奇襲上陸を開始した。折しも季節はモンスーンのただ中。海上は荒れ狂い、波の高さは2メートルを超えていた。兵士が悲鳴を上げて海に落ち、工兵がそれを釣り上げる。そんな地獄絵図の中、日本軍は強引に上陸を敢行する。コタバルでは海岸線を守るインド兵の猛射を受け、砂浜は瞬く間に血に染まった。だが山下の命令はただ一つ。進めである。彼は知っていた。一度上陸してしまえば英国軍の脆い精神的団結は崩壊すると。一方シンガポールでは海軍の誇りである最新鋭戦艦プリンス・オブ・ウェールズと巡洋戦艦デパルスが出撃していた。チャーチル首相が日本の張り子の虎を威圧するために送り込んだ不沈の象徴である。しかし12月10日マレー沖、海軍航空隊の陸上攻撃機による雷撃と爆撃がこの2隻の巨艦を捉えた。対空援護のない戦艦がいかに無力か。世界中が注目する中、2隻はマレーの海に没した。私たちの安全を支えていた主要な柱の一つが一撃で吹き飛ばされた。タイムズ紙の特派員イアン・モリソンはそう記した。ラッフルズホテルのダンスパーティーは中断され、音楽が止んだ。シンガポールは突然孤島になったのである。制海権と制空権を失った英軍に対し、山下は陸上での電撃戦を発動する。第5師団、第18師団、そして近衛師団。彼らに与えられたのは前代未聞の移動手段であった。自転車である。マレー半島の道路網は皮肉にも英国がゴムや錫を搬出するために極めて良好に整備されていた。山下はこのインフラを逆手に取った。数千台の自転車にまたがった兵士たちは熱帯のスコールの中を疾走した。ゴムタイヤがパンクすると彼らはタイヤを捨て鉄のリムだけで舗装路を走った。ガシャガシャという金属音は遠くで聞く英軍兵士たちに戦車の大軍が押し寄せているという錯覚と恐怖を植え付けたのである。英軍が3ヶ月は持ちこたえると豪語していた北部防衛線ジトラライン。ここには鉄条網が張り巡らされ対戦車壕が掘られていた。しかし佐伯中佐率いる捜索隊は夜陰と豪雨に乗じて戦車と共に突入。英軍兵士の多くは戦車を見たことすらなく、対戦車訓練も受けていなかった。鉄の怪物が来た！パニックは伝染病のように広がった。数千名の守備隊はわずか数百名の日本軍部隊によって総崩れとなり、大量の武器、弾薬、そして燃料を置き去りにして敗走した。チャーチル給与。日本軍の将兵はそう呼んで笑った。トラックもガソリンも食料もすべて英軍が置き去りにしていってくれる。山下の進撃速度は本来の補給能力をはるかに超えていたが、この現地調達こと略奪によってかろうじて維持されていたのである。アロースターの飛行場では1000ドラム缶分の廃屋航空燃料と温かいスープまでもが手つかずで日本軍を待っていた。山下は日記にこう記している。敵は英人なり。
その精神的団結は極めて脆弱である。彼は速度こそが最大の武器であると理解していた。敵に再編成の時間を与えず、常に背後を脅かす。だが、その恐るべき進撃速度は、日本軍自身の首をも真綿で締めるように苦しめ始めていた。大戦からわずか55日、日本軍は500マイル、約 800km を走破し、1月31日、ついにマレー半島の南端、ジョホールバルに到達した。対岸には幅わずか1キロのジョホール海峡を挟んで、最終目標であるシンガポール島が横たわっている。英軍は撤退に際して、半島と島を結ぶコーズウェイ、土手道を爆破していた。切断された巨大な石橋は、ここから先が別世界であることを示していた。表向き、日本軍の士気は最高潮にあった。だが、司令官である山下の内心は、怒りと不安で煮えくり返っていた。補給線は伸びきり、弾薬は枯渇しつつあった。何より山下を苛立たせたのは、身内からの足かせである。上級司令部である南方軍の寺内久一総司令官は、シンガポール攻略を前にして、山下の虎の子である航空部隊の一部を、次のジャワ攻略のために引き抜いてしまったのだ。南方はいつも悪い方へと指導する。山下は日記にそう書き殴り、憤りをあらわにした。さらに、作戦参謀の辻正信との確執、そして近衛師団長西村拓磨中将との不仲も深刻化していた。近衛師団はそのプライドの高さゆえに命令に従わず、独自の判断で動こうとする傾向があった。山下は味方すら信用できない孤立無援の中で最後の大勝負に出なければならなかった。手元に残された銃砲弾はもはや組織的な砲撃戦を行えば数日で消え失せる量しかない。長期戦になれば負ける。勝つためには敵に日本軍は無尽蔵の弾薬を持っていると信じ込ませ、一気に喉元を食いちぎるしかなかった。山下は決断する。攻撃は北西から。近衛師団をおとりに使い、主力は湿地帯を突破する。それは英軍の虚をつくと同時に自軍の弱点を隠すための堅根一滴の作戦計画であった。1942年2月8日夜、山下智之は最後のカードを切った。それは典型的な陽動、フェイントと手法の組み合わせであったが、そのスケールと心理的効果は絶大だった。まず、近衛師団が東のウビン島へ上陸を開始する。英軍のパーシバル中将は、敵は北東部から来ると確信していたため、この動きに完全につられた。彼は主力を東側に張り付け、西側を手薄にしてしまったのである。その隙を突き、山下の主力である第5師団と第18師団が、西側のマングローブが生い茂る湿地帯へと静かに終艇を進めた。しかし、この重要な局面で山下を激怒させる事件が起きる。陽動役を命じられた近衛師団長の西村中将が命令に従おうとしなかったのだ。西村は、海面に重油が流れており火が放たれる危険があるとして進撃を躊躇した。だがそれは表向きの理由に過ぎなかった。エリート集団である近衛師団が脇役である陽動を命じられたことへのプライド、そして山下への個人的な反発が根底にあったのである。山下は無線機越しに怒鳴りつけた。近衛師団は好きなようにするなよい。この痛烈な侮辱を受けた西村は、ようやく重い腰を上げ、部隊を動かした。結果としてこの混乱すらも英軍を惑わせる霧となった。西側では
オーストラリア軍が守る海岸線に対し、日本軍の猛烈な砲撃が加えられていた。英軍のサーチライトは電線を切断されており点灯せず、暗闇の中、日本軍の精鋭たちは次々と上陸を果たしていく。オーストラリア兵の一部は初めて見る実戦の恐怖と絶え間ない砲撃に精神を蝕まれ、武器を捨てて逃走を始めた。難攻不落の神話は一夜にして崩れ去ろうとしていた。2月10日以降、戦いの焦点はシンガポール島の中央、ブキッティマ高地へと移った。ここは単なる高地ではない。島内を見下ろす戦略的要衝であり、何より英軍の生命線である食糧庫と貯水池が存在していた。日本軍は戦車を先頭に突進した。英軍も必死の抵抗を試みるが、すでに指揮系統は寸断され、兵士たちの士気は地に落ちていた。ブキッティマが陥落した瞬間、シンガポールの運命は決したと言っても過言ではない。島の給水システムは破壊され、貯水池は日本軍の手に落ちた。工兵隊長のシムソン准将はパーシバルに絶望的な報告を行っている。水はあと48時間分しかありません。100万人の市民に伝染病が蔓延する恐れがあります。極限状態は兵士たちを狂気へと駆り立てた。2月14日、アレクサンドラ病院。進撃中の日本軍兵士が病院に突入し、軍医や看護師、そして手術台の上の患者までも無差別に殺害するという惨劇を引き起こした。山下はこの報告を聞いて愕然とし、後に謝罪の使者を送ったとされるが、覆水は盆に帰らない。マレーの虎の栄光には、消えることのない血の染みが刻まれたのである。敵も味方も、理性と狂気の境界線を踏み越えていた。そしてその狂気の中で、山下自身もまた最大の危機に直面していた。勝利を目前にしたはずの山下だが、その内実は薄氷どころではなかった。第25軍の兵站将校がもたらした報告は、山下を戦慄させた。砲弾、残弾なし、燃料、枯渇。ガソリンの一滴、弾丸の一発に至るまで、日本軍は完全に使い果たしていたのである。山下は日記の中で、当時の心境をこう吐露している。私のシンガポール攻撃は単なるはったりだった。私には3万の兵しかおらず、敵は3倍以上いた。もし長引けば、私は負けていただろう。もしここで英軍が市街戦に持ち込み、路地裏での消耗戦を選択していれば、弾薬のない日本軍は撤退を余儀なくされ、逆包囲されて殲滅されていただろう。山下に残された選択肢は一つしかなかった。攻め続けることである。弾がないなら、あるように見せかけろ。弱気を見せるな。空っぽの砲門を敵に向け、航空機を飛ばし続けろ。相手の心が折れるのが先か、こちらの弾切れが露呈するのが先か。これは軍事作戦という名の巨大なチキンレースであった。2月15日午後、ついに英軍の使者が白旗を掲げた。パーシバル中将は新品の軍服に身を包み、フォード工場へと姿を現した。だが交渉の場においても山下の態度は強硬そのものだった。彼は内心の恐怖を恫喝で覆い隠したのである。パーシバルは翌朝までの回答延期を求めた。明日の朝まで待ってほしい。だが山下には待つ時間など1秒もなかった。夜になれば日本軍が弾薬切れで攻撃できないことがバレてしまうかもしれない。山下は通訳の不手際もあり、苛立ちを爆発させた。指を突きつけ大声で迫る。降伏するのかしないのか、イエスかノーか。
その気迫にパーシバルは飲まれた。彼は青ざめ、か細い声で答えた。イエス。その瞬間、大英帝国史上最大規模の降伏が成立した。13万人もの兵士が武器を捨て捕虜となった。彼らは知る由もなかった。自分たちを武装解除している日本兵の弾薬ポーチが実は空っぽだったことを。シンガポールの陥落は単なる一都市の占領ではなかった。それはアジアにおける白人支配の終わりを告げる決定的な転換点であった。何世紀にもわたり信じられてきた欧米列強の腐敗神話はマレーの密林とシンガポールの市街地で完全に砕け散ったのである。しかし運命は勝者にも敗者にも過酷であった。マレーの虎と恐れられた山下智之は戦後フィリピンでの戦犯裁判により絞首刑に処された。一方、敗軍の将となったパーシバルは収容所での屈辱的な日々を生き延び、1945年の東京湾戦艦ミズーリ号上での日本の降伏調印式に立ち会うことになる。歴史にもしはない。だがあの日、あのフォード工場でもしパーシバルがノーと言っていたら、もし英軍があと24時間だけ抵抗を続けていたら、世界の歴史は全く違ったものになっていただろう。シンガポール攻略戦。それは知略と慢心、そして極限の心理戦が生んだあまりにも劇的で脆く残酷な勝利の記録である。